おはようございます。めぐりかみ太一です。今日は今が旬のアスペグジュレグリーンアスパラガスの下処理と湯がき方を紹介します。もちろんシンプルに塩茹でして食べるだけでも美味しいんですが、やはりフランス料理なので基本のソースマヨネーズとともに紹介したいと思います。それでは始めましょう。下処理をする前にまずいいアスパラの見分け方です。まず切り口がみずみずしいもの、そしてやはり硬くてまっすぐ伸びているものを選んでください。アスパラは何よりも新鮮なもの、取れたてのものが一番いいです。それでは下処理していきます。まず一番下のところ、包丁で切らずに手で折ってください。こうすることによって硬いところの筋が全部取れます。次にこの三角形の部分、袴という部分を取ります。自分の好きな長さの穂先を残して袴を全部取っていきます。この袴を取る時のコツは、切り取るか折る感じで取ってください。もし下に引っ張りながら取ると皮がむけてしまいます。なので袴を取る時は切るか折るかどちらかにしてください。もう一度下の方を手で折って袴を取っていきます。最初に言うのを忘れましたが、もちろん下処理をする前によく洗ってください。袴とか穂先の中に砂が入っていることがあるので、穂先を下に向けて多めの水でよく穂先が潰れないように洗ってください。袴が全部取れたら長さを揃えていきます。このような感じで穂先から揃えて、潰れないように丁寧に揃えて切ります。この時1本だけ残して残りも同じサイズに切っていきます。もちろんこの時定規があれば定規で測って長さを揃えて切ってください。長さを揃えた後は一番下の部分をエプルシェ、皮を剥いていきます。この時同じ長さになるように包丁で軽く印を入れてから1本ずつ皮の分の厚さだけ包丁を入れて、このような感じに剥いていきます。どうしても下の部分の皮は硬くなるので剥きます。ただ全部剥いてしまうとやはりグリーンアスパラのうまみは皮にありますので、いい意味での青臭さがなくなってしまいます。なので最小限下の部分だけ皮を剥いて、後の皮は残しておきます。先ほどのやり方がやりにくかったら、このように薄皮を入れるとこまでは一緒で、あとはこのように下から上にゆっくり包丁を動かしながら皮を剥いていっても簡単に剥けます。もちろん包丁の代わりにエコノム皮剥き器を使っても構いません。これでグリーンアスパラの下処理が終わりました。今回の動画で一番大切なところです。アスパラに火を入れます。キュイアラングレーズ塩茹でです。リッターに対して 10g の塩を入れて湯がきます。この時もしあと氷水に入れて冷やして使うのであれば、リッターに 30g ぐらい、海水ぐらいの塩分濃度で火を入れた方がいいです。湯がく時のポイントですけども、まず最初に10秒下の部分をつけます。どうしても下の方は硬いので、先に10秒火を入れてからあと全体的に普通に火を入れていきます。もちろん沸いてるところに入れて、そんなにガツガツと沸かさないようにしてください。沸かしすぎると穂先が鍋に当たって穂先が潰れてしまいます。あと6本ぐらいを束ねてフィッセル、タコ糸で縛って湯がくやり方もあります。今回量が少なかったのでしませんでしたけども、
そういう方法もあります。火が入った目安ですけども、このように包丁で刺してスッと抜けたら火が入ってます。なのでここで穂先を潰さないように丁寧に引き上げます。グリーンアスパラが湯がき終わったので、それに添えるマヨネーズを作っていきます。卵黄に同量のマスタードディジョン、それに塩をきっちりと入れます。この塩は仕上がりの量を想像してしっかりと塩してください。後から塩を足すと塩が油に溶けないので、最初の時点できっちり塩をしてよく塩を溶かしてから油でモンテしていきます。マヨネーズを失敗しないコツは、すべての材料が同じ温度、常温になっているのが理想です。温度差があるとつながらなくて活性、分離してしまいます。マヨネーズは油を入れれば入れるほど硬くなります。そして最後に赤ワインビネガー、酢を入れると多少硬さが緩くなるので、その分を考えて硬さを調節してください。最後少しだけ美味しいオリーブオイルを入れたら、ちょっと違った感じのマヨネーズになります。最初から全部オリーブオイルを入れてしまうと味がきつすぎますので、最後ちょっとだけ入れてモンテすることによって美味しいオリーブオイルの味が引き立ちます。最後赤ワインビネガーを入れてよく混ぜて完成です。もちろんマヨネーズソースマヨネーズですけども、入れるもの足すものによっていろいろまた名前が変化してバリエーションの増える基本的なソースの一つです。最後味を見て美味しければゴムベラできれいにしてマヨネーズの完成です。それではドレッセ盛り付けていきます。熱いお皿の上に湯がいたアスパラを置いていきます。この時穂先が潰れないように丁寧に置いてください。あとアスパラのキウイソン、火の入り方の目安ですけども、これぐらいの柔らかさまで火を入れてください。これが本来クラシックのグリーンアスパラのキウイソン、火の入り方です。もちろん個人的な好み、あと使う用途によってもうちょっと生っぽくカリカリした感じに揚げても構わないです。今回はアスパラの基本的な掃除とクラシックのキウイの仕方を紹介しました。あと基本的なソース、マヨネーズソースです。それではお疲れ様でした。ボナペティ。